バロン王国、その名はどこまでも響き渡る最強の軍事国家であり、その力を象徴するのが赤い翼と呼ばれる飛空艇団だった。セシルはその赤い翼の隊長だった。しかしセシルの心には一つの重い罪悪感が残っていた。それは魔導士の村ミシディアを襲撃し、無抵抗の魔導士たちからクリスタルを略奪したことだ。彼らは何の抵抗も示さず、ただその力を奪われるだけだった。バロンに戻るとセシルは王に呼び出された。セシルは王に真意を問うてみたが、その言葉が災いし、飛空艇部隊長の任を解かれてしまう。そして新たな任務を与えられた。それはミストの谷に現れる幻獣の討伐と、ミストの村にボムの指輪を届けるというものだった。竜騎士隊長のカインが現れ、セシルの処遇に異を唱えたため、カインもセシルに同行することとなった。旅立ち。ミストへの出発前日、セシルが眠れずにいると白魔導士のローザがやってきて、様子がおかしいと問いかけた。僕はミシディアで罪もない人々からクリスタルを奪ったんだ。この暗黒騎士の姿同様、僕の心も。ローザはセシルの言葉を遮るように否定した。赤い翼のセシルはそんな弱音は吐かないはずよ。私の好きなセシルは。そう言って彼女は部屋を出て行った。セシルは彼女の優しさに感謝しつつも、自分が暗黒騎士であることに引け目を感じ、ローザとは釣り合わないと心の奥底で思っていた。翌朝、セシルは決意を新たにし、城の前でカインと落ち合った。かくしてバロン王国飛空艇団赤い翼の部隊長であった暗黒騎士セシルはその座を剥奪され、竜騎士部隊長カインと共に辺境の村ミストを目指し、霧深く立ち込める谷へとバロン城を後にした。召喚師の村。セシルとカインがミストの村を目指し洞窟を進んでいると、謎の声が引き返すよう警告してきた。すると霧が集まり幻獣の姿へと変わった。二人は躊躇なく幻獣に立ち向かった。幻獣を倒し洞窟を抜け、彼らはミストの村へとたどり着いた。するとセシルの持つボムの指輪が突然輝き始め、村全体が炎に包まれた。その時、村の一角から子供の泣き声が聞こえてきた。そこには倒れた女性にすがりついて泣いている少女の姿があった。村に来る途中、幻獣を倒したことで少女の母親の命を奪っていた。こんな殺戮を繰り返してまでバロン王に従う気はない。セシルがそう言うとカインも同意し、二人は少女を助けようとしたが、少女の悲しみと怒りは頂点に達し、彼女の力は暴走した。セシルが意識を取り戻した時、カインの姿はなく召喚師の少女が倒れていた。少女を休ませるため彼らはオアシスの村へと向かった。君を守らせてくれないか。セシルがそう話しかけても少女は名前すら教えてくれなかった。その夜、少女の命を狙ってバロン兵が襲ってきた。セシルはバロン王国に背くことにも構わず兵士たちを退けた。それを見ていた少女はようやく心を開き、セシルにリディアという自分の名を告げるのだった。翌朝、砂漠に女性が倒れていたという噂を聞いた。それはセシルの身を案じ、バロン王国を抜け出してきたローザだった。彼女は高熱病にかかり、命の危険にさらされていた。高熱病を治す方法を求め、セシルたちは砂漠の国ダムシアンへと向かう。ダムシアンの悲劇。ダムシアンへ向かう道中、賢者テラと出会い同じ目的地に向けて同行することになった。ダムシアン城が見えた時、飛空艇団が空襲を始め、城は一瞬で廃墟になった。中に入るとテラの娘アンナが倒れていた。そこに一人の男が現れる。テラは問答無用で彼に殴りかかった。お願い、二人ともやめて。アンナが二人を制止した。彼はこの国の王子ギルバートで、二人は駆け落ちをしていた。しかし
ゴルベーザと名乗る者が赤い翼を率いてクリスタルを奪っていったと語り、息を引き取った。ゴルベーザ、私がアンナの仇を取ってくる。テラはセシルの制止を振り払い、部屋を出て行った。弱虫、そんなことをしてもアンナは喜ばない。セシルたちは泣き崩れるギルバートを説得し、協力を得られることになった。ゴルベーザ。ギルバートの協力を得て砂漠の光を手に入れ、高熱病で寝込んでいたローザは意識を取り戻した。セシルはローザにダムシアンを襲ったゴルベーザが何者なのかを聞いた。ゴルベーザはセシルに代わって赤い翼を指揮するために呼ばれた人物。彼が来てからバロン王はますますおかしくなった。セシルが奪ったミシディアの水のクリスタル、そしてダムシアンの火のクリスタルが奪われたということは、次にファブールの風のクリスタルが狙われる。彼らはそれを阻止することにしたが、ファブールへ行くためにはホブス山の厚い氷の壁を破る必要があった。リディアは自分の村を焼き払った日にトラウマがあったが、それを乗り越え見事ファイアで氷の壁を打ち破った。そしてホブス山の頂上で魔物に襲われていた文句のヤンを助け、彼らは共にファブールを目指す。竜騎士の裏切り。ファブールに到着したセシルたちはファブールの兵士たちと共にバロンの襲撃を迎え撃った。そこでセシルの前に現れたのは行方不明になっていたカインだった。共にバロンを抜けよう、そう誓ったカインはセシルに一騎打ちを申し込んできた。なぜだカイン。セシルの問いかけにカインは応じなかった。そしてセシルは敗北してしまう。さらにそこにゴルベーザが現れた。ゴルベーザはローザと風のクリスタルを奪い去っていった。飛空艇弾を持つバロンはカイロが手薄だ。セシルたちはローザを救出するため船を使ってバロンに潜入することにした。ところが海を進んでいると幻獣リヴァイアスンが突如現れ、船は沈没させられてしまった。聖騎士の試練。セシルが目を覚ますと周りには誰もいなかった。そこはかつて自分が赤い翼として襲撃しクリスタルを奪った魔導士の村ミシディアだった。村に足を踏み入れると魔導士たちの視線は冷たく、彼に容赦なく魔法をかけてきた。村の長老を訪ねると静かに語りかけてきた。暗黒剣に頼っていてはお前自身も悪の心に染まってしまう。聖なる騎士になるため試練の山に向かうのだ。セシルが試練を受ける決意を固めると双子の魔導士パロムとポロムが同行することになった。彼らはまだ若いが強力な魔力を持ち道案内を務めてくれる。参道を進む途中、セシルは賢者テラと再会した。テラもまたゴルベーザを倒すために伝説の魔法メテオを求めてこの山にやってきていた。二人は再会を喜び共に試練の山へ挑むことを決意した。試練の山を進むセシルたちの前にゴルベーザ四天王の一人土のスカルミリョーネが現れ、アンデッドの軍勢が襲いかかってきた。これを倒したがアンデッドの姿で再び襲いかかってきた。激しい戦闘の末完全に退けた。セシルたちが山頂にたどり着くと謎の声が響いてきた。我が息子よ、私の力をお前に授ける。まばゆい光がセシルを包み、彼の姿はパラディンへと変わった。しかし鏡の中の暗黒騎士が動き出しセシルに襲いかかってきた。謎の声に従いセシルは暗黒剣に耐え続けた。その中で彼は過去の自分と決別した。暗黒騎士の幻影は消滅し、彼は完全にパラディンとして生まれ変わった。同時にテラもまた忘れ去られていた呪文の数々を思い出し、そして封印されていた最強の黒魔法メテオも習得した。セシルは新たな力を手にし決意を固めた。バロンに戻りローザを救う。彼の目には揺るぎない決意が映っていた。バロン潜入。セシルたちがミシディアに戻った時、長老がセシルの剣にミシディアに伝わる言い伝えと同じことが書かれているのを発見した。
竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり闇と光を掲げ、眠りの地にさらなる約束をもたらさん。月は果てしなき光に包まれ、母なる大地に大いなる恵みと慈悲を与えん。セシルが出発しようとした時、長老はこいつの力になれって言ったじゃないか。お許しを。そう言ってパロムとポロムも引き続き同行することになった。セシルたちはデビルロードを通りバロンへとたどり着いた。そこで記憶喪失となっていたヤンと再会する。正気を取り戻したヤンが持っていた鍵を使ってバロン城に潜入することができた。バロン城に潜入したセシルたちはそこで近衛兵長ベーガンに出会った。しかしそれは魔物がすり替わった姿だった。ベーガンを倒しバロン王になったが、バロン王もまたゴルベーザ四天王、水のカイナッツ王がなりすましていたのだった。そう、本当のバロン王はすでに殺されてしまっていたのだ。カイナッツを倒し飛空帝義士のシドと合流できた。セシルたちは罠にはまり、迫る壁に押しつぶされそうになってしまう。パロムとポロムはお互いに目を見合わせ、決意の表情を浮かべた。アンちゃん、ありがとよ。お兄様ができたみたいで嬉しかったですわ。そう言ってパロムとポロムは迫る壁を止めるため、自らに石化魔法ブレイクを唱えた。テラは石化を解除しようとエスナを唱えたが、自らの意志で石となった彼らの石化を解除することはできなかった。女だけの城。セシルたちはシドの飛空艇エンタープライズに乗り込み空へと飛び立った。そんな彼らの前に一隻の飛空艇が現れ、中からカインが姿を見せた。ローザの命が惜しければトロイアの土のクリスタルと引き換えだと冷たく言い放ち去っていった。トロイアは美しい森と水の国で、その城は女性たちだけで守られていた。彼らはトロイアへと急行した。しかし彼らが到着した時、土のクリスタルはすでにダークエルフに奪われていた。セシルたちは磁力の洞窟へ向かったが、鉄製の武具が使えず苦戦を強いられる。そこへトロイアで演奏するギルバートのハープの音色が響き、ダークエルフの力を打ち消し始めた。セシルたちは再び立ち上がった。激しい戦闘の末、ダークエルフを倒し土のクリスタルを奪還した。命のすべてを魔力に。捕らえられたローザを救うためにはクリスタルが必要だった。土のクリスタルを手に入れたセシルたちのもとに再びカインが現れた。セシルたちはカインに導かれるままゾットの塔へと向かった。塔の内部は複雑で不気味な空間が広がっており、セシルたちは進むごとに数々の魔物と戦い、ついに塔の最上階へとたどり着いた。クリスタルをゴルベーザに渡し、ローザを解放するよう要求したが、ローザは帰ってこなかった。テラはゴルベーザを睨みつけ、激しい怒りと悲しみに満ちた声で叫んだ。テラは命のすべてを魔力に変え、伝説の魔法メテオを放った。凄まじいエネルギーがゴルベーザを襲ったが倒しきれず、クリスタルを持ち去られてしまった。テラはすべての魔力を使い切り、その場に倒れ込んだ。セシルたちは駆け寄り必死に呼びかけたが、テラの命の灯火はすでに尽きていた。メテオの衝撃が収まり静寂が訪れた時、カインの瞳に宿っていた狂気は消えていた。ローザを好きだった気持ちをゴルベーザに利用された。カインは罪悪感に苛まれながらセシルに心の内を明かした。そして彼らは囚われていたローザを救出した。あなたが来てくれると信じていたわ。君がいなくなって分かったよ。二人は再会を喜び合った。しかし喜びもつかの間、ゴルベーザ四天王の一人、風のバルバリシアが現れ、カイン、お前も寝返ったようにと霊障を浮かべて言い放った。寝返ったのではなく正気に戻ったと言ってもらおうか。カインの目には再び勇気が宿っていた。バルバリシアとの戦いが始まった。彼女の守りは堅牢だったが、カインの槍が風を切り裂く。カインは全ての力を込めて槍を振り下ろし、バルバリシアは叫びを上げ消滅した。再会。セシルたちはゴルベーザに全てのクリスタルを奪われたと思っていたが、実は闇のクリスタルがまだ存在していた。
ゴルベーザの野望を阻止するため、彼らは闇のクリスタルがある地底世界へと向かった。地底に到着すると、目の前で赤い翼とドワーフの戦車隊が激しく戦っていた。その戦闘に巻き込まれ、飛空艇は制御を失い墜落してしまう。その先で彼らを迎えてくれたのはドワーフたちだった。地底には4つのクリスタルが存在していたが、そのうち2つはすでにゴルベーザの手に渡っていた。セシルたちは残るクリスタルを守るため、ドワーフたちと協力することにした。赤い翼に対抗するため、シドは飛空艇の強化作業に取り掛かった。その間、セシルたちは警戒していたが、ゴルベーザの配下であるカルコブリーナに侵入を許してしまう。セシルたちがカルコブリーナを倒した時、クリスタルルームにゴルベーザが姿を現した。クリスタルルームに現れたゴルベーザは8つのクリスタルを集め、月への道バブイルの塔を復活させることが狙いだと語った。セシルたちはゴルベーザに挑んだが、ゴルベーザが召喚した黒竜に敗北し、絶体絶命の危機に陥っていた。ここまでかとセシルがつぶやいたその時、突然霧が立ち込めてミストドラゴンが現れ、黒竜を瞬く間に消滅させた。驚くセシルたちの前に一人の女性が現れた。彼女はかつての仲間リディアだった。しかし彼女は以前の少女の姿ではなく、成長し大人になっていた。リヴァイアさんに襲われた後、限界へと連れて行かれたの。そこでは時間の流れが違うから。彼女の言葉に驚きを隠せないセシルたちだったが、リディアの加勢によりゴルベーザを退けることができた。しかしゴルベーザは片腕になりながらも7つ目のクリスタルを持ち去ってしまった。2人の犠牲。最後のクリスタルは封印の洞窟にあり、封印を解く鍵がなければゴルベーザも入れないことを知ったセシルたちは、この隙にクリスタルを奪還しようとバブイルの塔へ潜入する。塔の奥深くで待ち受けていたルゲイエ博士を倒したが、奪還しようとしていたクリスタルはすでに持ち出されていた。その上、暴走する巨大砲が戦車隊を狙っていることが判明した。その時、ヤンが自らを犠牲にする決意を固め、暴走する巨大砲の制御室に一人で命を懸けてこれを防いだ。そして塔から脱出しようとする彼らを救ったのは飛空艇で迎えに来たシドだった。しかし赤い翼に追撃され、シドもまた自らの命を犠牲にする決断を下す。シドは飛空艇から爆弾を抱えて飛び降り、その爆発により地上へと通じる穴を塞いだ。2人の仲間を失ったセシルたちは深い悲しみに包まれた。エブラーナの忍者。セシルたちは奪われたクリスタルを取り戻すため、バブイルの塔へ道が通じるエブラーナへと向かった。エブラーナはゴルベーザに滅ぼされた忍者の国だった。その復讐のために王子エッジはゴルベーザ四天王最強のルビカンテに挑んだが、返り討ちにあってしまう。これ以上誰かが死ぬのは嫌と泣くリディアの涙を見て、エッジは心を動かされセシルたちと手を組む決心をした。エッジを仲間に加えたセシルたちは再びバブイルの塔へと潜入した。塔の中を進んでいくと、彼らの前に立ちふさがったのは魔物にされたエブラーナの王と王妃、つまりエッジの両親だった。卑劣な手段に怒りを覚えながらこれを突破し、再びルビカンテと対峙した。あれはルゲイエがやったこと、非礼を詫びようと言い、セシルたちを回復してくれた。その言動に驚きつつ正々堂々と戦い、ついにルビカンテを打ち倒した。竜騎士の裏切り。セシルたちはクリスタルを奪い返すことができず、敵の飛空艇ファルコンを奪ってバブイルの塔から脱出した。ドワーフの城へ戻ると、ゴルベーザが最後のクリスタルの封印を破るのは時間の問題だという知らせがあった。そこで一命を取り留めたシドに再会し、シドに改造してもらったファルコンで彼らは封印の洞窟に向かった。セシルたちはゴルベーザより先に最後のクリスタルを手に入れることに成功した。しかし洞窟を出ようとしたところでゴルベーザの声が響いた。カイン、帰ってこい。カインの目が一瞬曇り、セシルたちに緊張が走る。ローザが心配そうに声をかけた。カインは大丈夫だ、俺は正気に戻ったと答えたが、
その直後カインはセシルからクリスタルを奪い取り、その場を去っていった。セシルたちは呆然と立ち尽くした。再び洗脳されてしまったカインの行動に失望と怒りが交錯した。月へ。ゴルベーザが8つのクリスタルを集め、月への道を開いた。絶望の淵に立たされたセシルたちはドワーフの王から語られた魔導戦の伝説に最後の希望を託した。その伝説はミシディアで聞いたものと同じだった。セシルたちは急ぎミシディアへと向かい、伝説の祈りを捧げた。竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり闇と光を掲げ、眠りの地にさらなる約束をもたらさん。月は果てしなき光に包まれ、母なる大地に大いなる恵みと慈悲を与えん。すると海底から巨大な船が浮上してきた。これこそが魔導船だった。セシルたちはこの船に乗り込み、月へと向かった。月に到着したセシルたちは大きな館にたどり着いた。そこで彼らを待っていたのは風数屋と名乗る老人だった。セシルたちは驚きと好奇心でいっぱいになりながら風数屋の話に耳を傾けた。彼は月の民の歴史について語り始めた。はるか昔、火星と木星の間に存在した星が絶滅の危機に瀕し、その星の民は新たな住処を求めて宇宙をさまよった。やがて彼らは青き星を発見した。しかし青き星の民はまだ進化の途上にあり、その進化を見守るため長い眠りについた。それが月の民だった。風数屋の弟クルーヤは魔導船に乗り青き星へと降り立った。彼は青き星の民と結ばれ、その結果生まれた子供がセシルだった。一方で青き星を焼き払って済めばいいと考える月の民がいた。彼の名はゼムス。ゼムスは思念を飛ばしてゴルベーザを操り、自らの野心を実現するための計画を進めた。それは月と青き星をつなぐ次元エレベーターを使って巨大な機械兵器バブイルの巨人を地球に下ろし、全てを焼き払うというものだった。セシルたちは風数屋と共にバブイルの巨人を止めるため急ぎ青き星へと戻った。しかし地上に降り立った瞬間、バブイルの巨人が起動し侵略を始めてしまった。その巨大な影が地平線に広がり地上を蹂躙し始める。その時空を覆う影が現れた。ドワーフ軍の戦車隊とバロンの飛空艇団がバブイルの巨人に立ち向かい始めた。そこにはシルフと共に戦うヤン、ミシディアの民と共に立ち上がったパロムとポロニ、トロイアの民を率いるギルバートの姿もあった。仲間の協力でセシルたちはバブイルの巨人の潜入に成功した。彼らは力を合わせて巨人の内部を進み続け、ついに巨人の心臓部にたどり着いた。制御装置をセシルの剣が貫き、バブイルの巨人は停止した。するとそこにゴルベーザが姿を現した。風数屋がゴルベーザに力を送り込むと彼の瞳から暗闇が消えた。風数屋はゴルベーザに父の名を尋ねた。父、クルーヤか。その言葉にセシルは驚愕した。これまで敵対していたゴルベーザは実の兄だったのだ。ゴルベーザは決着をつけると言い、風数屋と共にその場を去っていった。セシルたちも再び正気を取り戻したカインと共に彼らの後を追って月へと向かった。最後の戦い。月ではすでにゴルベーザと風数屋がゼムスとの激闘を繰り広げていた。もう一息じゃパワーをメテオ。いいですとも。二人は全力でメテオを唱えた。強烈な光が辺りを包み込み、ついにゼムスを倒した。しかし勝利の安堵もつかの間、ゼムスの憎しみが増大し、彼はさらに強大な存在ゼロムスとしてよみがえった。ゼロムスとの激しい戦いの中、ゴルベーザはクリスタルを手にして攻撃を試みたが、暗黒の道を歩んだ彼にはその力を使いこなすことができなかった。ゼロムスの圧倒的な力により彼らは次々に倒されてしまった。
そんな絶望的な状況に光をもたらしたのが、遠く離れた西ディアで祈りを捧げる仲間たちだった。西ディアの長老は皆に向かって声を上げた。今こそこの大地のために祈る時、皆の祈りをセシル殿のもとまで送るのじゃ。セシルはその祈りの力を受け取り、ゆっくりと立ち上がった。そして倒れたゴルベーザからクリスタルを受け取った。ゴルベーザは弱々しい声で言った。これをお前が使うのだ。アンちゃん、私たちの魔力を送るわ。二人の優しさが生きる力を与えた。みんな勇気をなせばなる。自分を信じろ。二人の願いが耐える力を与えた。精神を集中させろ。必ず帰ってくるのじゃぞ。二人の祈りが耐える力を与えた。月よ、光を与えたまえ。我が弟よ、お前に秘められた聖なる力をクリスタルに託すのだ。ゼロムス、正体を見せるがいい。セシルはクリスタルを手に取り、ゼロムスに向かって高々と掲げた。クリスタルの光がゼロムスの真の姿を照らし出した。戦いは熾烈を極めたが、セシルと仲間たちの絆と祈りの力でゼロムスを打ち倒した。光と闇。ゴルベーザは自らの過ちを深く悔い、風数夜と共に月で長い眠りにつく決意をした。セシルはゴルベーザを見送り、その背中に向かって静かに言った。さよなら、兄さん。ゴルベーザは一度振り返り、わずかな微笑みを浮かべて答えた。ありがとう。そして彼は風数夜と共に月の奥深くへと消えていった。世界に平和が訪れ、戦いの傷跡が少しずつ癒されていった。セシルとローザはバロン王国の新たな王と王妃となり、国を治めるための新たな責務を引き受けた。バロン城は再び繁栄し、かつての仲間たちが次々と訪れ、祝いの言葉を述べていった。しかし、ただ一人、カインだけは彼らの元を離れ、遠くから二人を見守っていた。